今日は京都で誕生したクオというブランドさんからオールドスミスという腕時計を提供していただいたので、そちらの方を紹介していこうと思います。クラシックデザインの魅力を京都から世界へというのがコンセプトのブランドさんなんですけれども、数字のフォントとか装飾がどこか京都を感じるようなちょっぴり和風なデザインとなっています。クラシック腕時計ってカチッとした硬いイメージがあったんですけれども、こちらの腕時計は昭和レトロを現代に持ち込んだような非常に温かい印象を受けました。ドーム型のガラスになっているのも独特な雰囲気があって、今年誕生したばかりのブランドなんですけれども、昔からあったのかと勘違いしてしまうような腕時計となっています。15,000円前後という良心的な価格で買えるのも魅力的なので、そんな腕時計について詳しく見ていきましょう。自分のモデルはバーのインデックスに青色の針がついたちょっと爽やかな文字盤となっています。青の針がアクセントになっていて、なかなかいい雰囲気が出ていますよね。ステンレススチールの5気圧防水に対応したケースとなっています。日本製のムーブメントを使用したクォーツ式の腕時計で、時間を調整してから2週間ぐらい経ったんですけれども、0.5 秒ぐらい早く進んでいるかなといった感じで、1万円台の腕時計にしてはかなり精度が高いんじゃないかなと思いました。こちらのクオの腕時計はいろいろな文字盤とベルトがあるので、購入するときにその中から好きな組み合わせを選ぶことができます。一応計算してみたら、文字盤が6種類、それからベルトが3種類あるので、18種類から選ぶことができます。自分のベルトはシュリンクレザーといって、皮をなめす際に特別な薬品を使って表面を縮めた脂肪が特徴的なベルトとなっています。脂肪がある革の腕時計は自分は初めてなんですけれども、こんなに温かい雰囲気になるんだなと思いました。同じような脂肪の革が使われた C カンパニーのルポペンケースとすごく似合いますよね。つけてみた感じは、皮は結構柔らかめですが弾力があるので、使っていくうちにさらにつけ心地が良くなっていくんじゃないかなと思います。直径 35mm っていう絶妙なケースサイズなので、男女どちらでも使える腕時計となっています。ペアウォッチとしてもいいかもしれないですね。スモールセコンドが搭載された腕時計となっているので、中心より下側に小さく秒針が設けられています。普通の腕時計の秒針って真ん中についていて長くて速く動くので、デザインのシンプルさには欠けてしまうんですよね。こちらの腕時計は秒針が目立ちにくくてシンプルになっていますし、結構正確な時間がわかるので機能性にも優れているんじゃないかなと思います。日焼けをした1960年代のアンティークウォッチをイメージして作っているとのことで、真っ白な文字盤ではなく薄いベージュのような色合いとなっているのもこだわりポイントです。文字盤のスモールセコンドのところだけ円形のギザギザとした加工がされています。至近距離で見てみると針の加工は結構ざっくりとしている感じですね。秒針なんかは尖っているっていうよりかは長方形っていう感じですね。肉眼ではそんなのは全然わからないですし、1万円台の腕時計なので、そこは仕方ないかなと思いますね。ベルトはイージーレバーが採用されているので、着せ替えも簡単にすることができて、こんな感じで雰囲気がガラッと変わるので、18mm のベルトを持っている方は着せ替えて楽しむっていうのも十分ありなんじゃないかなと思います。最近はデジタルの流れが著しくて、スマホで時間がわかるから腕時計なんていらないだったり、Apple Watch などといったとても便利な腕時計が登場してきている、そんな時代にあえてクラシックな腕時計が出てきているっていうのはすごく有意義なことなんじゃないかなと思います。自分みたいにちょっと古めかしい感じの小物が好きな方っていうのは世の中結構たくさんいるので、これからもそういうクラシックなデザインっていうのは守り続けていってほしいなと思います。独特な温かみのあるクラシック腕時計をお探しの方は何よりもかなりお手頃なのでおすすめできるかなと思います。Amazon でも取り扱っているので動画の概要欄にリンクを貼っておきます。気になった方はチェックしてみてください。ということで、すごく温かみがあって特別な雰囲気を感じられるおしゃれな京都のクオの腕時計の紹介でした。週1で腕時計、週3で文房具といった感じで週に4本投稿していくつもりです。小物が好きなので財布とかの紹介もたまにしていくかもしれません。文房具や小物が好きな方はチャンネル登録をしていただけますと非常に嬉しいです。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。